僕だって悔しい、悲しい。おそらく即死だったでしょう。たとえ彼らが倒れた直後に我々がここに訪れたとしても、きっと手遅れだったに違いありません。いいえ、違うわ。きっと生きてたわよ。胸にこんなものを刺されて、うちの人はもがき苦しみながら死んでいったに違いないのよ。もっと早く来ていればきっと助かった、きっと助かったのよ。バトラ君も辛いだろうけど、しっかり。大丈夫だよ、大丈夫だぜ兄貴。もうちょっとだけ泣かせてくれ。俺が一番マシなんだ。俺が一番悲しくないはずなんだ。だからもうちょっとだけ泣いたら大丈夫だから。そんなことないよ。両親を失った心の痛みをよくわかる。僕には母さんがまだいる。バトラ君よりはるかにマシだ。いや違うぜ。庄司の兄貴が一番辛いはずなんだ。分かってんだよ兄貴。庄司の兄貴が俺たちの中で一番悲しくて辛いんだ。俺はそれを分かってる。だからこれ以上メソメソなんて泣いちゃいけねえんだ。どうして僕の方が辛いなんて。俺にとっちゃ親父も桐江さんも成人して独り立ちしたらいつかは別れる人間さ。親である以上子供より先に死ぬのは宿命だ。それが少し早くなっちまっただけの話だぜ。だが兄貴は違うぜ。いつか別れる親だけじゃない。これからの人生をずっと一緒に生きていくはずのシャノンちゃんまで失ったんじゃないかよ。人の命に重さなんかねえさ。赤ん坊の命だって年寄りの命だって。だがよ、それからの人生が長ければ長いほど、一緒に築いてく未来が長ければ長いほど、その死ってのは悲しいものなんじゃねえのかよ。兄貴はシャノンちゃんと婚約したんだろ。これからの人生と家庭を一緒に築いていこうって約束したんだろ。その未来のでかさが、幸せのでかさがよ、俺の痛みなんかとは比べ物にならねえ。だから兄貴はもっともっと泣いても許されるはずなんだ。なのに俺たちいとこの兄貴格だからって無理に冷静を装ってやめてよバトラ君。George was trying to make a calm smile,
but already he couldn't stop a single hot tear from leaving a streak down his face. 悲しくないわけがないじゃないか。僕はシャノンと一緒にたくさんの未来を思い描き合ったさ。きっと100年の人生では叶えきれないくらいの夢を語り合った。その夢の一番最初の籍を入れることさえ叶えられなくて悲しくないわけがないじゃないか。それに比べたら俺なんかだから俺にはこれ以上泣く資格なんかねえんだ。兄貴だってこらえてるのに俺にこれ以上の涙を流す資格なんて。同じだよ。親しい人を失えば悲しいのは僕もバトラ君も同じだよ。だからバトラ君が僕より涙を流してはいけないなんてルールはない。そして僕だってもうこれ以上涙をこらえなければならないなんてルールもないんだもん。兄貴未来を語り合ったシャノンが死んだ。父さんも死んだ。悲しいな。悲しいな。As Battler and George hugged each other tightly, they cried a waterfall of tears over each other's shoulders for the people who had been so precious to them. どうして俺がジョージの兄貴が一番辛いって言ったかわかるか？聞いていたからわかる。その後の人生を共にする時間の長さに悲しみは比例するとな。もちろんそれだけじゃ測れねえけどな。俺たち人間はお前ら魔女とは違う。生きてから死ぬまでという有限の時間、その力の限り生きている。それをないがしろにする奴は許せない。ましてや嘲笑いもてあそぶような奴は絶対に許せない。お前のような死の概念もめちゃくちゃな奴には理解もできねえだろうがよ。これから生きる時間の長さだけじゃない。一生懸命に生きている奴の人生を嘲笑うこと、これが一番俺には許せねえんだ。ジョージの兄貴はがむしゃらに頑張って人生を生きてた。シャノンちゃんと結婚するために悲壮な覚悟をしてこの日に臨んでいたはずなんだ。俺みたいに久しぶりにいとこと会えるなんて浮かれてたやつとはわけが違う。しかしだな。ベアト、今は黙って聞きなさい。お前の言い分に一定の理解をする。お前には自分の復活のためにおかしな碑文に沿った殺人を続ける必要があるってんだろ。だからその範囲内でのお前の殺人はお前の立場の事情を汲み取る限りそれがお前にとっては必要な行為だからだ。ならそれ以上の不要な行為は全てお前の無意味な残酷趣味ということになる。つまり第一の晩に6人を殺すことまでがお前にとっての必要な行為になる。顔を砕くとか腹を裂いてお菓子を詰め込むなんて真似は全て全く不必要なお前の残酷趣味だってことになる。俺はお前のこの点について
断じて許すことができないんだ。お前はローザおばさんがひどい殺され方を繰り返された時、結局は最後には生き返らせるのだからみたいなことを言ったそうだな。ワルギリアに聞いてるぜ。それはまあ最後には生き返るなら何度殺してもいいという考えは、命をもてあそぶだけの全く不必要な行為ではないのか。殺すなら人思いに殺せ。もてあそぶな。殺さないなら痛むな。お前は人の命を自在に操れるのをいいことに、命の尊厳を忘れてしまった。だから俺は認められないんだ。命の重みを、そして失った時の悲しみを知らない奴を俺は対戦相手だと断じて認められない。無限の魔法が邪法と言われるゆえんです。無限の魔女に有限の概念はない。壊す、殺すという有限と終焉の概念がないのです。それゆえに無限の魔女は時に生と死の狭間をゴム跳びで遊ぶかのように、その行き来を遊び出すようになります。それはとてもとても恐ろしいことです。だから私はあなたの域まで達しなかったのです。It was something Virgilia had been trying to tell Beato for a long time, but Beato had been too young to obediently listen to those words. She had been too wild. She had been possessed by that detestable pleasure. 壺を割ってはならぬと言われてきた。でもだからこそいつか割ってみたいと思っていた。そして無限の魔法を得て、いくら壊しても好きなだけ元に直せると知った時、わらわは壺を壊すのがこれほどまでに楽しかったのかと驚いたの。それを禁忌の蜜と呼びます。人はその中身に惹かれるのではない。それを封ずる錠前に惹かれるのです。実に嘆かわしいことです。ワルギリアに聞きたい。無限の魔法なんてものがどうしてあるんだ。それは何のためにこの世にあるんだ。無限の魔法に限らず、魔法はすべて人の世に幸福をもたらすために存在するのです。今さらバトラ君には信じがたいでしょうが、私たち魔女は人の世に恵みを与えるために、人と人ならざる者たちとの架け橋になるべく修行を重ねているのです。死者を繰り返し蘇らせ、何度もいじめ殺すことでどう人の世に役立つってんだ。大切な形見の壺が割れてしまった時、それを直すことで誰もが笑顔を取り戻すならば、私は何度でも魔法にて直すでしょう。しかしそれは壊すために直すのではありません。人に幸福を与えるために蘇らせるのです。だとしたらな、ベアト、お前は無限の魔女、失格だな。今俺は漠然と思ったことがある。どうして俺がお前とこんなおかしなゲームを延々と続けてるのかだ。これは俺を屈服させるためのゲームじゃない。お前が本当の意味で無限の魔女に認められるための試験ではないのかってな。知らぬ。わらわがそなたにゲームを申し込んでいるのは
単なる暇つぶしだ。誰の思惑でもないわ。俺は今バルギリアからの魔女の定義を聞いた。それによるならばベアト、お前は魔女ですらない。その修行の途中で自らの力を誤解した見習いってことになる。これは魔女と人間の戦いのはず。ならば魔女でないお前に俺の相手としての資格はない。わかるな。わらわの見習い風情と申すか。ならばわらわはいつそなたの対戦相手だと再び認められるのか。いつこのゲームを再開できるというのか。さあな。それは少なくとも今じゃない。お前が俺の言った話をちゃんと理解できて本当の魔女になった時、俺はお前を再びゲームの対戦相手だと認めるだろうよ。そのような抽象的な言い方ではわからぬ。どうすればお前の許しを超えるのか、はっきりと聞かせよ。いいや、これで十分だ。あとはお前が考えろ。俺が言いたいのは以上だ。理解ができないならワルギリアやロノウェに相談してみろ。お前みたいなガキンチョはまず大人の言葉に耳を傾けるところから始めやがれ。ワルギリア、ゲームは一度中断する。ロノウェが代行を降りた以上、あとはベアトが対局者としてふさわしい資格を持つのを待つしかない。了解しました。ベアトがその資格を得たと認められるまでゲームを対局者不在のまま進行させます。ベアトもそれでよろしいですね。異論はない。わらわは時間とゆっくり考えられる場所が欲しい。これにて席を外してもよいと。ああ、いいぜ。それではまた。待てよ。そうしょぼくれた顔をすんな。それはすまぬ。わらわは胸の内が全て顔に出る勝負。ならまだ構成の余地はあるってことだぜ。一つだけ約束する。俺はお前とのゲームに勝つかもしれないし負けるかもしれない。お前が戻ってこなけりゃ不戦勝ってこともあるだろうよ。 At that point, Battler stopped talking for a second. Then he spoke forcefully. しかし絶対に俺からは降りない。お前を不戦勝にだけは絶対にしない。お前が再び俺の好敵手としてそこに座るのを俺はずっとここで待っているぞ。バトラ様、ありがとうバトラー。わらわはきっとそなたに認められて戻ってくるぞ。After showing a hopeful smile for a very short while, Beato vanished. After seeing her expression as she left, Battler was absolutely convinced that her face could tell no lies. The 7 survivors returned to the guest house once again. By now, it was clear that those who went outside would not return alive.
Rudolph's group had gone out with 2 guns and a master key, but those had been lost. It was already clear that those had been stolen by the culprit. Because the shutters were closed on the windows, they couldn't be opened even if the culprit had a master key. The front and back doors that led to the outside were all sealed by chains, and they were further blocked with sofas and tables. Even if the culprit decided to break in through violent means, it wouldn't be easy for them. 台風が今となってはむしろ幸いかもしれんな。もしも晴れていたならゲストハウスに放火するという手もあり得たかもしれん。そもそも台風でなかったなら午前中に船が来てた。それも不幸中の幸いと言えるかは微妙ね。エヴァさん、体の具合はいかがですか？無理をされないようにしてください。ありがとう。熱はまだ感じるけど、そんなこと言ってる場合じゃない。子供のためにも今は寝込んでる場合じゃない。After crying so much in front of Hideyoshi's corpse, Eva had felt a strong self-awareness of her position as a mother, and her expression conveyed a strong will. In actual fact, her fever still hadn't gone down, and she was aware of that. If she didn't keep a strong hold on herself, she felt as though the fever would make her mind hazy again. By this point, the first floor formed the final line of defense set up by Kraus, Natsui, and Eva. The children and the guest, Nanjo, had been strongly warned not to go downstairs without taking great care. If the culprit used a ladder or something, it probably wouldn't be impossible for them to attack from the second floor. But it wouldn't be easy for them to break those sturdy shutters from such an insecure position. The second floor was relatively safe compared to the first. Battler and George had also wanted to remain on the first floor so that they could fight if the worst happened, but Eva had put a stop to that. In her mind, George was now the only member of her family. It seemed that she didn't even want to expose him to the danger of coming downstairs to the first floor. Kraus and Nazi could understand that feeling. Also, a great deal of time had passed since the siege began. In the second floor cousin's room, Battler, George and Jessica sat dazed, and didn't even listen to the TV that had been left on. For a while, Nanjo had been with them and had tried to lend them words of encouragement, but when he realized that he might actually be having the opposite effect, he hid himself in his own room on the same second floor. George kept looking dazedly at the photographs inserted in his notebook. It was from the time he'd taken a vacation to Okinawa with Shannon. Shannon's happy smile was contained in those photos. George could remember the temperature and the humidity, the warmth and strength of the wind, and even what he had been talking about with her at the time those photos had been taken, as clearly as though it had been yesterday. So to George, they weren't simply photos, but a door to bring back warm memories. In this room, even though the sound of the typhoon and the TV should have entered George's hearing, it was the scenery of Okinawa he had seen with her and her laughing voice that reached his eyes and his ears. George had strived to be reborn after meeting Shannon. He had sworn to separate himself from the timid person he had once been, easily caught up in the atmosphere, unable to refuse a request, and easily used by those around him. He had resolved himself to become a strong man who could make her life more joyous. Therefore, if he hadn't met Shannon, the man called Ushiromiya George would probably have lived a very different life. And the George of that different life surely wouldn't have been as excellent a man as he is now. The person I am now exists for Shannon's sake.
Now that Shannon is gone, why do I exist? It's completely meaningless, isn't it? He felt a deep, deep sadness, as though he himself had become empty. That feeling must have been tormenting him this whole time. However, until Battler mentioned it, he hadn't been aware of the feeling himself. He'd finally managed to remember that it should have been alright for him to cry much, much more. So he cried. Just like Battler had, he cried himself dry. By now, his eyes were bright red and swollen, and he couldn't cry anymore. So George did his best to change his way of thinking. He was not meaningless now, and he should be grateful to Shannon for giving him such a character. The dead don't come back to life. He would have to get over being separate from his most beloved person. If he were to chase after Shannon and kill himself, she would surely be deeply dejected. It worked the other way around too. If he had died and Shannon had chased after him, throwing away her own life, he wouldn't have been able to forgive himself. So he chose to surpass his sadness and anger, and decided to thank her instead. After meeting Shannon, she made his days rich and full, and taught him the meaning of working hard for other people's sakes. As a result, she had shaped him into the kind of person he had wanted to be. He wanted to thank her for that. He tried to quell his sadness in this way, but each time he did, he remembered Shannon's smile. He understood it logically. He knew that grieving any more than this would only make her grieve in heaven, but that didn't bring a stop to his sadness.